皆さんこんにちは、松葉優香です。今回は2024年6月22日、23日に東京で開いた私の人生初の個展、ピネチュカ美術館についてお話ししようと思います。個展前の準備の段階から本番中、個展後の今の気持ちに至るまで、この動画を通してお伝えできたらなと思っています。自分のことを好きになるっていうテーマに興味を持って今悩まれている方とかだったり、これから自分で個展を開こうと思っているアーティストの方の何か参考になることがあれば幸いです。ピネチュカ美術館の計画が実際に始まったのは遡ること約2年前です。その頃の私はコロナ禍で疲れ果てて何もかもが楽しくない、精神的にとてもきつい状態にありました。今まで当たり前にできていたことが突然できなくなって、世界中が急に止まってしまったコロナ禍なんですけど、明日何が起こるかわからない中で、今やりたいことが何でもできるとしたら何をやってみたいかなって思った時に、人生で一度はやってみたかったことを今やってみようっていうふうに思いました。私にとって人生で一度はやってみたかったことは、自分の表現が詰まった小さな空間を作ることだったんですけど、そういうふうに思ったことがピネチュカ美術館が実際に始動した瞬間です。これは後から気づいたことなんですけど、私には自分の内面がモヤモヤしている時にいつも開いてて誰にも見せない秘密のノートみたいなのがあるんですけど、そのノートに実は5年くらい前にもうすでにピネチュカ美術館の構想を書いてたんですね。いつかやりたいって思ってることって結構長い間変わらないんだなっていうのをすごい感じて、ちょっとびっくりしました。まず私が一番最初に始めたことが計画書をドキュメントで作ることでした。ウェブサイト作りとか営業交渉制作入稿とか、いつもいろんな仕事を一人でやってる自分にとってちょっと不安なことが一つだけあって、この美術館計画は決して一人ではできない、決して一人でできる規模ではないっていうことが一つの不安要素だったんですね。っていうのも、実際の制作自体を自分でやったとしても、美術館自体の宣伝とか資金集めのためのアドバイスをしてくださる方が絶対に必要だっていうのをこの計画の初期から感じていました。やっぱりいつも一人で何でもやっていることもあって、他人の協力を仰ぐっていうことがすごく苦手だったので、まず自分に協力してくれるような人たちを集めなきゃいけないっていうことで、そういう方々を説得するための計画書を作らなきゃなっていうふうに思ったのが、まず最初にドキュメントで計画書を作ったっていう理由です。まだ作品の中身自体が何にも形になっていない中で、作品を通してこんなこと伝えたいとか、こんな規模感でこれくらいのお客さんを呼びたいなとか、そういった机上の空論の資料をせっせと最初は作りました。この企画書自体は内容は大幅に最終的に縮小した形で実現に向けて動いていくことになるんですけど、でも自分の頭の中を理論的に整頓できたし、冷静に開催に向けて必要なものが自分の中で可視化できたっていうのはあったので、そういうところは計画書を作ってよかったなというふうに思っています。でも実はこの企画書を作り終わった後3ヶ月間くらいはせっかく作ったのに誰にも見せられないでいました。企画書を眺めては内容を毎日ちょっとずつ変えていったりしていて、理由はシンプルで、今までの人生で確実に大きい存在感を放つピネチュカ美術館っていうイベントをやろうとしてる自分にすごく最初は自信が持てなかったことが原因でした。後にこの不安は作品の内容をどんどん決まっていくにつれて減っていきました。まず作品作りを始める時に私の頭の中にあったのが、芝居と音楽と絵っていう今まで自分が培ってきた3つのジャンルのものを融合させたいなっていうふうに思っていたのがありまして、どんな風に融合させるのかっていうのが最初大きい課題だったんですけど、そんな中でストーリーっていうのはすごく人の心を大きく動かすし、何かしらの形で3つのジャンルを融合させることができるんじゃないかなっていう風になんとなく思っていたので、まずはそのストーリーである物語を作るところからスタートしました。
で次に考えたのがその物語のテーマだったんですけど、私すごく飽き性なので、自分が1年とか2年とか飽きずに制作し続けられるテーマって何なんだろうっていうふうに思ったんですね。いつもの私だったら別に後から変えればいいかなって思っちゃうんですけど、今回の場合はテーマが変わればもちろん自分の制作自体も大変になるのはもちろんのこと、これからお手伝いをお願いする人たちにも何かしら迷惑がかかってきちゃうんじゃないかなっていうふうに思っていたので、後からテーマを変更したくないなっていうのがすごくありました。これは私が実際に演劇をやってきて演劇作品を作っていく中で、演出家の方が途中で方針を変えたりして役者さんたちがすごく困惑してるっていう現場を何度も見てきたので、そういうのもあってやっぱり中心となってる人のテーマを変えてしまうっていうのは大きな問題だと思っていたので、後から変わらないようなテーマを探すことにすごくフォーカスしました。そして突き詰めていくと、自分自身の問題にフォーカスすることっていうのが一番今後最もブレないテーマになるんじゃないかなっていうふうに自分の中で結論づいたんですね。で、精神的にその時私すごく落ち込んでいたので、毎日卑屈になってて自分のことがすごく嫌いだったんですけど、何かを完成させても不完全なものしか完成させられない、なんか無能な私みたいな、そういうレッテルを自分に貼っていて、そういうこともあったので、私は自分のことを好きになるっていうテーマで作品を作っていこうって思いました。自分のことが嫌いだった少女がさまざまな困難を乗り越えて自分のことを好きになる物語っていうような、そんなストーリーを作りながら作品の中だけじゃなくて現実世界の自分も本当に自分を好きになれたら最高だなっていうふうにちょっと密かに思いながら制作がスタートしましたね。最初に形になったその物語の原型が自分の中の二面性にフォーカスした物語の構成だったんですけど、繊細で傷つきやすい白色の少女と大胆で雑把な黒色の少女が一人の少女の中で好き勝手暴れ出すっていう話で、自分の中の2つの人格に翻弄される一人の少女っていう、そういう内容でした。これはノンフィクションではないんですけど、でも少なくとも自分の経験に基づいたものだったので、自分の経験に基づいた作品を世間に公開することはすごく最初恥ずかしくて怖かったんですよね。でも勇気を出して一つ目のアウトプット、この作品の構成を投稿してから、そこに肉付けして演劇台本の形式でだんだん話を作っていって、実際に本番で使う演劇台本はそういうところから始まりました。本番の日程を決めて、最初のアウトプット構成案みたいなのを出して、宣伝の方法の相談に乗ってくれる企業さんとかを見つけ出したこのぐらいの時期から、たまにもう後戻りできないなっていうすごい不安感に襲われるようになりました。最終的に今回の作品の台本になってくる演劇台本を書き始めてからは、自分以外の人に台本を見せたりとか感想を仰いだりとか絶対にしなかったので、ずっと一人で制作していたのもあって孤独感もすごくありましたね。もともと自分に自信が持てない性格だったので、完成するかもわからない、面白く作れてるのかもわからない、周りと確認もしないから、できないからしない、そういう孤独な制作っていうのがすごく最初は苦しかったです。そこで毎日台本と向き合って詰まってきた時は例の自分の内面と向き合う秘密のノートですよねを開いて、何に不安を今自分は感じていて、どうして自信が持てないのか、自分自身と徹底的に向き合うっていう時間がすごく長い間続きました。でその後は台本を修正しながらクラウドファンディングで開催資金を集めたりとか、会場を探すために実際に下見に行ったりとかしましたね。どれ一つをとっても生まれて初めて挑戦することばかりだったので、もう緊張の連続でした。下見の日の朝とかも緊張して手が震えてしまってご飯が食べれなくて、
なんかそんなに緊張してる自分にさらにびっくりしたっていうのがありました。でもこの時点で開催日ももう皆さんにお伝えしてアウトプットしていますし、クラファン自体もサポートチームの方々に支えていただきながら、会場を借りるの借用費用っていうのはクラウドファンディングで賄うことができました。2月にはマレーシアに10日ほど滞在して、で現地のアーティストの人たちとコラボレーション作品を作る約束とかをして帰国することができました。これから世界中にピネチュカを届けていきたいっていうふうに私は考えているので、その第一歩として今回4人のマレーシアンのアーティストたちとコラボできたことは私にとってとてもいい経験になりました。結局台本を修正するのには6ヶ月以上費やして、最終的に第6項目でやっと納得いく形になりました。時間があっという間に過ぎていって、台本が完成した頃にはもう本番が3ヶ月後とかに迫っていたんですけど、でも心から作りたいと思うストーリーがもうちゃんと形が決まったっていうのがあったので、その頃は不思議とそんなに焦るっていうのはなかったと思います。もうこの時点まで来ると、自分を好きになるっていうことについて考え始めてから1年以上経過していて、計画開始の当初淡く期待を抱いていた現実世界の自分も好きになるっていうことがなんと少しずつできるようになってきているっていうのをちょっと感じるようになりました。作品にも自分にも少しずつ自信が持てるようになってきて、いわゆるゾーンですよね。制作のスピードが爆速で上がっていくっていう時期になります。集中力が最高潮に達してゾーンに入った時は半月で140枚近い絵を描き上げたりしていました。絵を描いた後は43役のキャラクターたちに声を吹き込む収録を行っていって、役ごとに気持ちを作って音を取っていって、最初は相手役の間を予想しながら収録していく感じなんですよね。最初は相手役が全くいない状態で収録しなきゃいけないので、雰囲気がつかめなくてすごく難しかったですね。なので43役のキャラクターたちそれぞれを何テイクずつも本当に撮り直して、気持ちのいいテンポでキャラクターが会話してるように自分で編集をしつつ収録するっていう、編集と収録が同時進行で行われてるみたいな、ちょっとそういうハードな日々がまた続きましたね。そして絵とキャラクターの声、そういった素材たちが揃うといよいよ全体を編集していくっていうのがスタートします。編集ソフトに絵を入れていってエフェクトをつけるっていう作業が始まりました。作品がある程度全体的に出来上がった後にその効果音だったり BGM を収録したりとか、音の素材集めを始めたりしましたね。でそこでは洗面所にかけていって水をジャーって流す音とか、実際に自分の家で廊下にスマホを置いたりして収録したりとか、あと編集ソフトのエフェクトに納得がいかなかった時とかは自分でその音を取るために電話越しの友人の声のシーンとかがあるんですけど、久しぶり。本当にビビなの？そうだよ。やった、超久しぶりじゃん。実際にスマホを2台使ってスマホから出てる自分の声を再収録するとかっていうことをしていました。あとは BGM は主人公の内面を表すのにとっても重要な役割を果たすものなので、音楽制作ソフトっていうのを使ってシンセサイザーで演奏してみたりとか、音を重ねたりして作っていきました。でこうして5月の上旬には一通りの編集が終わって、見直しては音声を取り直してみたり、イラストを加筆したり、イラストちょっと動かしてアニメーションつけてみたりとか、エフェクトを変えてみたりっていうことを本番数日前までずっと繰り返していました。この期間がゲシュタルト崩壊が起こってるのを何回も感じていて、ストーリーはもちろんなんですけど、全ての素材を全部自分で用意して作っているので、作品を見返していてもいい意味で予想外なことが全然起こらないんですね。そういう時私がよくやってしまいがちなのが、
直しすぎるっていうのをやってしまいがちなんですよ。大学時代とかレポートを書いている時も自分がこの状態に陥ってるなって思うことがあって、直しすぎてしまう問題っていうのがあったので、そういう大学時代みたいにならないようにある解決策を取ることにしました。その作品を見ない期間っていうのを10日ぐらいは作って、作品を寝かせる時間みたいなのを作ることにしたんですね。本番も近いし、毎日編集ソフトを開いてあっちこっちここもちょっとこうがいいかもって言って直したい気持ちはすごいあるんですけど、またやりすぎてしまう問題を防ぐためにぐっとその気持ちを抑えて10日ぐらいは寝かして、それから見るっていうのを繰り返していくっていうので、残りの時間は過ごしました。でもその結果、ある程度は新鮮な気持ちで作品を振り返ることができて、いいなと思っているところとか、これは直さなきゃいけないなっていうことがはっきり明確になりました。幸いにも宣伝用のチラシを作ったりとか、展示販売用の作品を作ったりとか、管理したりとか、価格表を作ったり、あとはキャンバス絵とかのキャプションを作ったりとか、会場とのやり取りとか、イベントのお誘いをいろんな方に送ったりとか、ウェルカムドリンクも出したんですけど、オリジナルティーの準備とか、とにかくやらなければいけないことはもう他にもすごくたくさんあったので、編集ソフトを開けないように他のことで自分を忙しくさせて、なんとか乗り切りました。この作品には「おかえりの人」っていうテーマソングがあるんですけど、この曲は台本書き始めた頃から作り始めていたんですけど、納得いく形になったのが本番の3日前とかですごくギリギリの時期だったんですね。私が曲を作る時はいつも歌詞をまず最初に作成して、その次に思いついたメロディーはスマホに録音をして、メロディーと歌詞が合うようになったら、次はギターを持ってギターでコードを探すっていうような風なことをするんですけど、歌詞自体は今から15年くらい前に秘密のノートに実際に書いてた自分が見た夢の話がモチーフになったりとかしていて、作品のアイディアってなんとなく過ごしてる日常とか夢とかそういったものからたくさん隠れてるんだなっていうふうに思いました。こんな感じでいよいよ前日準備の日を迎えることになります。今回の個展は私は合計で3日間会場を借りました。場所は東京の蒲田にあるアトリエ幸楽さんっていうところなんですけど、本番は土曜日と日曜日の2日間だったんですけど、前日準備のために金曜日からお借りして、6月の日本といえば梅雨の季節なので、1年以上前からこの日にやるっていう風に決めてたので、雨でも仕方ないかくらいに思ってたんですけど、結果的に前日準備の日の入りの時間帯にちょっと土砂降りがザーッと来たんですけど、でもそれ以外は本番は2日間は小雨か雨は上がってるみたいな状態で、準備の日も1時間ぐらい待ったら雨は上がったりしたので、雨に悩まされることもなく、そこまで大きな問題はなく搬入をスタートすることができました。で、今回は2名のスタッフさんにもお手伝いいただいて設営をしました。設営が完了したその会場を初めて見渡した時に、5年前に自分が秘密のノートに書いてた会場のイメージの絵があったんですけど、それが実際に目の前に広がってるっていうことにすごく感動しました。大きなスクリーンとプロジェクターが会場の真ん中に設置して、でそこに客席を作って、で入り口側の後ろ半分展示のスペースとか販売のスペースにしました。ブースの配置とか演出的な仕掛けっていうのを作ることでインスタレーション形式にまとめたんですけど、最初は何だろうって思われてたそのクマさんとかも、作品を見終わったお客さんがそういうことだったのかこのクマさんみたいなことを言って、謎が解けてすっきりしたお顔立ちで帰っていかれたのとかを見て、こういう仕掛けも面白くてやっぱ作ってよかったなっていうふうに思いました。1年半の制作期間あっという間だったな。できることは全てやりきったからすがすがしいっていうようなそういう気持ちで本番がやってきたんですけど、メインの作品を上演するって言っても演劇要素を含めてこの作品自体を立体的に見せたかったので、ラストシーンに舞台上で実際に弾き語り生演奏するとかっていう仕掛けとかを
作ったりして、なので受け身的に本番当日こう過ごすっていうよりは、もう自分も舞台に上がる役者としてそういった緊張感を持ったまま過ごすことになりました。こう開館してからはブレンダーさんと一緒に作ったオリジナルティーをこう振る舞ったりとか、お客さんたちとたくさんお話ししたり、あとは地方とか海外からこのイベントを楽しみにしてくれてる人たちに向けて生配信をしたりとかしたんですけど、あっという間に時間が過ぎていきました。じっくり作品を見てくださる方とか、感じたこととか自分と重なった体験っていうのを私と共有してくださる方とか、どうやって作ったのとか、制作の裏側に興味を持ってくださる方とか、あと静かにちょっと泣かれている方とか、こういろんな方々がいらっしゃって、ご来館された時に表情が硬かったお客様が体感される時にこう別人のような顔つきになってらっしゃるのとか、こう柔らかい表情になったりしてるのを見て、すごいなんかもともと私が自分のためにやりたかったことだけど、自分の外側にも輪が広がった感じがして、それがなんか1年半すごい苦しい時もあったけど、やってよかったなっていう風に心から思いましたね。2日間終わったその安心感と幸福感に浸りながらピネチュカ美術館はもう無事閉館したんですけど、その後帰宅してこう久しぶりにビールを片手にこう晩ご飯を食べてたら、無意識のうちにこわばってたこの緊張感がほぐれたのか、もうほんとプチンっていう感じで発熱してがっつり体調を崩して気づかないうちにすごい緊張してたんだなって、自分でもそんなスイッチを持ってるっていうのがびっくりしましたね。今個展が終わってもう2ヶ月以上経った今こう思うことは、自分へのやっぱり感謝ですね。すごくなんか今回の体験が私を救ってくれたなっていう風に思うし、精神的にかなり落ち込んでたので、そのパワーのない中でよくこのテーマを選んでくれたなっていうことをすごく自分に感謝したいなっていう風に思ってます。日々ダメな自分、弱い自分とかそういったものと向き合って気が晴れるまでも毎日とことんこう自分と付き合ってあげるみたいな日々を過ごしたんですけど、そういうことで以前よりも自分への信頼が増してきたなっていう風に感じます。まだまだこう完璧とは程遠いんですけど、これからもこうちょっとずつこう自分を好きになれるように自分自身と向き合っていきたいなっていう風に思います。本当の自分を好きになるっていう今回のテーマは、私にとって今後のアーティスト活動をする上でも、普通に実生活の上でも一生考えていくテーマになるんだなっていう風に今は思っています。はい、いかがでしたでしょうか。以上が今回のピネチュカ美術館の開催にあたって私がやってきたことになります。今回は実際にやってきた流れを要点に絞ってまとめた動画だったので、また余力があれば次回は作品の中の制作エピソードとかをお話しできたらいいかなっていうふうに思っています。次回のピネチュカ美術館の開催はおそらく数年後になると思うんですけど、また開催できるようにアーティストとしても人としても大きくなっていきたいと思っています。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。See you next time! Bye! って言った緊張がワンちゃんが来たまさかの無意識のうちに体がすごいこわばってたんだと思うんですけど、体調を崩すってありがとう、分かったよ、ありがとう。すごいね、自分でもびっくりしました。ちょっと撮り直しですね。撮り直し。プートの